こんにちは、ストプラです。今日から人間には絶対懐かない哺乳類、ヤワゲネズミの飼育と繁殖観察をしていきたいと思います。この子たちは日本ではあまり知られていないヤワゲネズミというネズミです。この5匹とこれから一緒に暮らしていって、その生態や繁殖の様子を記録していきたいと思います。それではまず5匹のメンバーを紹介していきたいと思います。まずは1匹目、アムム。アルビノタイプの茶色い毛色をした男の子です。この子ですね。2匹目、ツムム。アルビノタイプのこの子ですね。背中まで模様があるのが特徴の男の子です。うんちしちゃいました、ツムムくん。そしてチャムムがアルビノタイプのメスの個体ですね。イムムちゃんですね。眉毛がある女の子です。この子がノムムですね。一般的なノーマルタイプのヤワゲネズミの女の子です。この5匹で繁殖を目指していきたいと思います。さて、ここではヤワゲネズミについて簡単に最初に説明をしたいと思います。ヤワゲネズミというのはアフリカ原産の小型のネズミです。プチラットという名称で販売されていることもありますね。成体の体重は 80g から 100g ほどで、ハツカネズミの約2倍ほどの大きさになります。最大の特徴はこの柔らかい毛並みです。もふもふ。名前の通りヤワゲ、つまり非常に柔らかい毛を持っています。触るとまるでウサギやチンチラのようにふわふわの手触りなんですね。実はこのヤワゲネズミ、日本では2003年から輸入が全面禁止されています。理由はラッサネスというウイルスの宿主になる可能性があるためです。現在国内で流通しているヤワゲネズミはすべて2003年以前に輸入された個体の子孫なんですね。つまり地味に貴重な存在です。性格は好奇心が強くて、動きはネズミにしてはややゆっくりめ。ハムスターほどゆっくりではないけど、ドブネズミよりは素早くないって感じですね。ネズミ特有の匂いも少ないです。あんまり臭くないですね。ただし正直に言うと懐きにくく、噛みつくことでも知られています。ラットのように犬並みに懐くとはいかないのが現実です。ここで正直にお伝えしておきたいのが、ヤワゲネズミは初心者向けのペットではないということです。先ほど言ったようなふわふわな可愛い見た目だったり、あまり大きくならないというところから、結構ペットショップでペアでそのまま売られてたり、ペット愛玩動物用として売られてることがあるんですけれども、初心者向けというか、普通のペットと同じようなラットとかチンチラとかとは同じような感覚で飼えないと思います。先ほども言いましたが、ヤワゲネズミは噛みつくことがあります。すばしっこくて人に慣れにくい傾向があります。よく構って育てられた個体でもハムスターやラットほど簡単には扱えないと言いますね。日本国内での飼育例が少なくて、確立された飼育方法の情報があまりありません。まだまだ手作りで飼育していく必要があります。一番頼りになる情報が有料ノートだったり、爬虫類飼育者の話だったりします。普通のハムスターやマウスとは違い、タンパク質の要求量が高いと言われています。昆虫の混ざった爬虫類用の餌やドッグフードなんかもいいと言われてますね。適温は25度から28度とやや高めの温度を維持する必要があります。これらの理由から小動物の飼育経験があり、リサーチと試行錯誤を楽しめる方向けのペットと言えますね。では実際にどんな環境で飼育していくのか紹介していきます。ケージは通気性のいいものを使用します。匂わないとはいえ、やっぱりラットなのでおしっこやうんち
にすごい湿気が含まれているので結構蒸れちゃうことがあります。このゲージというか、水槽なんですけれども、ハムスターを飼う時とかも自分はこの水槽を使っちゃうんですけれども、理由はあんまり音がうるさくないっていうのと、上を網にすると結構意外と通気性も担保されて蒸れずに飼育ができます。グラスハーモニーなどのハムスター用のケージだと壊されちゃうのが怖いですね。このケージを置く場所には温度が25度から28度にキープできるようにヒーターを設置しています。床材は白革、松、あとヒノキも混ざった端材です。消臭効果と保湿性もありながら通気性もあるといういい床材だと思いますね。ヤワゲネズミは雑食性ですが、特に種子類を好みます。お米とか大好きですね。主食として中型のインコ用の餌、ハムスターフード、たまにコオロギや野菜をあげていこうとは思います。これは鳩餌ですね。はい、どうぞ。あと普通のマウスフードもちょっと入れておきましょう。今回オス2匹メス3匹という構成で飼育を始めました。ヤワゲネズミの繁殖については日本語での情報が非常に少ないです。この動画では繁殖の過程や子育ての様子を記録していくことで少しでも情報を共有できればと思っています。交尾の様子や妊娠期間、その変化、出産の兆候や子育ての様子、子どもの成長過程も丁寧に記録していきたいと思います。もしこの動画を見てヤワゲネズミを飼ってみたいと思った方がいたら、必ず十分なリサーチをした方がいいと思います。輸入禁止のため国内ブリーダーからの入手のみで飼育情報が少ないというのと、扱いが難しい、爬虫類の餌として繁殖されていることが多い、これらの事実を理解した上で責任を持って飼育できるか考えてください。私自身も試行錯誤しながら最善の飼育環境を整えていこうと思ってます。もし経験者の方がいらっしゃったらコメント欄でアドバイスをいただけると嬉しいです。今日からこのアムムくんたちの5匹の生活が始まりました。ちょっと最初は小さい水槽なんですが、この子たち用の飼育ゲージを自分も作ってみたいですね。作るといっても、ホームセンターとかで売ってるダストボックスだったり収納箱を改造するようなものになると思うんですが、そういったゲージ作成の様子も動画にしていきたいですね。食べれるかな。それではこの動画がいいと思っていただけたら高評価、またこの子たちの成長記録楽しみだと思ってくださったらチャンネル登録お願いします。バイバイ。